こんにちは。睡眠をコントロールするという、コンテンツを作らせていただいてます、ネイチャースリープの代表の堀大輔と申します。こちらですね、筋肉博士こと山本義則先生。今日は、たくさん睡眠についてですね、お話を伺えたらと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。お願いします。早速なんですけども、よく皆様おっしゃられるのが、睡眠が遺伝で決まっている。もうそれは証明されているというようなことですごく睡眠時間を諦められている方が多い印象なんですけれども、こちら山本先生の見解少し伺ってもよろしいでしょうか。まず遺伝で決まるということもないですし、はい、証明されているってこともないと思うので、はい、どういうことかと言いますと、そもそも遺伝というのは本当に環境要因の方がずっと大きくて、はい、遺伝子が関係してくるのってもう1割以下ではないかと言われているということと、あと睡眠の長さが遺伝子で決まっているっていうのはそもそもアンケート調査によるものなんですね。はい、一番有名なのは確かハーバードの研究だと思うんですけれども、はい、遺伝子バンクみたいなのがあって、はい、この遺伝子バンクに登録している人たち11万人とかにアンケートを送って、はい、でそのアンケートの中にあなたは睡眠時間何時間ですかっていう項目があったと。はい、でその中から、自己申告で私は何時間寝てます、はい、というようなそのアンケートが返ってきたのを見て、遺伝子とのつながりを調べたというものですので、あくまでも相関関係であって因果関係ではないです、はい、でその遺伝子の中だとドーパミンに関係する遺伝子ですね、DAT1 ってやつですけど、はい、この DAT1 っていうドーパミンに関係する遺伝子がこういうドーパミンの形だとショートスリープ、このような遺伝子の形だとロングスリープというような、そういう傾向を導き出したというだけであって、はい、そもそもアンケートの自己申告が信頼に足らないということと、はい、因果関係ではなく相関関係がたまたまあったというだけですので、はい、ほとんど遺伝子で決まっているということがもう言えないのではないかと思いますありがとうございます。山本先生的には睡眠時間を変えるっていうのは可能だと思われますか？そうですね、それまで例えば8時間だった人がいきなり4時間にするっていうのはいきなりは無理だと思うんですけれども、これもですねトレーニングによって時間を変えていくということは可能だと思います。はい、日本人には糖質制限が合わないであったりとか、日本人は白米とかを多く食べてきたからケトジェニックダイエットはなかなか絞れないみたいなお話もあると思うんですけど、ここら辺も先生的には全然変えれると。そうです、日本人はどうとかっていうのがあると思うんですけれども、はい、そうしたですね民族的なその遺伝子のものなんですけれども、はい、実は非常に短いスパンで遺伝子変わるってことも分かってるんですね。はい、ですのでもう本当に1世代もしないうち、同じ個体の中でもそのような例えば食事内容を変えるってことは全く可能で、はい、例えばそれまでずっとお米食べてきた人も本当に短い期間で糖質制限に適応することができる。遺伝的に昔からこうだったからなかなか変わらないっていうような考え方結構あると思うんですけれども、はい、意外に遺伝子っていうのは短いスパンで変わる、遺伝子そのものが変わるんじゃなくて、そのいわゆるエピジェネティクスと呼ばれるもので、遺伝子の周りにあるものの方の環境の変化の方が大きく影響して簡単に遺伝子の影響を変えることができると思います。僕も山本先生にご指導いただいてもう何年ですかね。5年ぐらいになりますかね。はい、5年ぐらいで僕初め糖質制限の提案をしていただいて2年ぐらいちょっと僕の胃腸の状態がすごく良くなかったので、さまざまな栄養であったりとか食物繊維であったり、いろんなものをご提案いただいて、今ケトジェニックダイエットっていうのがもう即日すぐ切り替わるようになって、ダイエットもすごく体重が落ちやすいで筋肉は残りやすい状態になってますし、なんというかそれまで全く脂質が本当に取るだけですぐ下痢になってたのが、ちょっと言い方は悪いかもしれないんですけども、先生のご指導をいただいてそれを実践しただけで明らかに変わって、今もケトジェニック中ですしはい大会の時も糖質制限で絞らせていただいて、前回ちょっと入賞もさせていただけたと形になっているので、本当に体っていうのは面白いぐらい僕は変わると思ってますし、僕としてはその体が変わるからこそいろんなことに挑戦したり、ある意味夢があるかなと思ったりしていますいや本当にいろんなご指導いただいてありがとうございます。はい、またいろいろな睡眠のお話ちょっと伺っていけたらと思いますのでよろしくお願いします。